三菱マテリアルの新しいインクが次世代の太陽電池を作る工程から大きな真空装置を一つ減らそうとしています。軽くて曲げられる次世代の太陽電池、ペロブスカイト太陽電池。その内部で光から生まれた電子だけを選んで運び出す層を電子輸送層と呼びます。逆型と呼ばれる構造では、この層を真空にした装置の中で作るのが一般的でした。それが酸化錫のナノ粒子を散らした液を塗って乾かすだけでできるインクです。2025年1月に京都で開かれた国際学会では、光をどれだけ電気に変えられるか発電効率が比べられました。市販のインクで組んだ電池は 9.6%、もう一方はわずか 0.3%。ほとんど発電しない個体すらあったのに対し、三菱マテリアルが自社で構成したインクは 15.3%。2025年3月の発表では 16.0% となり、従来の市販品インクと比べて約 1.5 倍という値が示されています。比べられた市販品も同じ酸化錫を使ったインク。同じ名前の材料でありながら、なぜこのインクはそこまでの差を埋めたのでしょうか。この差の鍵は粒の中身ではなく、粒の表面にありました。そこが問われるのは、この粒が作る電子輸送層にとても襟好みの厳しい仕事が任されているからです。太陽電池の中では光が当たった瞬間にプラスの電気とマイナスの電気が対になって生まれます。例えば駅の改札は切符を持った人だけを通し、それ以外は通しませんよね。電子輸送層がやっているのもこれと同じことです。マイナスの電気を帯びた電子だけを選んで通し、電極まで送り出す。だからこの層の出来が悪いと、せっかく光から生まれた電気が外に出てこられません。少し視点を引き上げて、この層が電池のどこに置かれるのか確認しましょう。ペロブスカイト太陽電池はガラスやフィルムの上に薄い膜を何枚も重ねたミルフィーユのような構造。この重なっている構造は積む順番が違うと名前も変わります。先に電子の通り道を敷き、その上に発電層を塗るのが順型。発電層を先に置き、その上から通り道をかぶせるのは逆型です。作りやすさと耐久性から注目を集めていたのは後者の逆型構造でした。ところが上からかぶせるというこの順番は厄介な制約を生むのです。下になる発電層は熱にも溶媒にも弱い。というのもこの発電層自体、材料を溶かした液を塗って乾かし結晶にしたものだからです。乾いた後でも相性の悪い液に触れればまた溶け出してしまう。その上に別の膜を傷つけずに乗せるのは至難の業でした。そこで長く使われてきたのは炭素の分子を真空の中で降り積もらせるやり方。その炭素の分子とは原子が60個サッカーボールのように丸くつながったもので、名前をフラーレンと言います。これを装置の中で熱すると蒸気になって舞い上がり、雪のように発電層の上へ降り積もって薄い膜になる。この成膜のやり方を蒸着と呼びます。ただ優等生のフラーレンにも弱点がありました。まずは値段です。研究用の試薬で見れば純度の高いもので 1g あたり2万円を超えます。その上溶けにくい。溶けなければインクになりませんよね。さらにフラーレンは電極を作る工程とも相性がよくありません。電極の膜は金属を細かい粒にして高速で吹きつけるスパッタリングという方法で作ります。液晶ディスプレイの透明電極や半導体の配線でも使われてきた量産の定番。ところがその粒がぶつかる勢いで下にあるフラーレンの膜は傷んでしまうのです。そして何より真空にした装置が必要という点も忘れてはいけません。一方で三菱マテリアルの発表資料には塗って作る方式なら真空を使わずに済み、製造コストで優れると書かれています。
それならクラーレンをやめて塗って作る方式にすれば良いのではと思いますよね。しかし塗るためのインクには粉を散らす液がいります。発電層が溶媒に弱いのは先ほども話に上がりましたよね。かといって発電層に優しい有機溶媒へ変えると、今度は酸化スズのナノ粒子同士がくっついて玉になります。冷たい牛乳にココアの粉を入れると、いくらかき混ぜても玉が残りますよね。あれと同じことが目に見えない大きさで起きるわけです。玉になった粒では発電層にピタリと密着したムラのない膜にならないという壁がありました。そこで三菱マテリアルとエネコートテクノロジーズが選んだ答えは、粒そのものではなく粒の表面を変えること。酸化スズのナノ粒子一粒ずつに適した材料の膜をかぶせる。衣をまとった粒は発電層を傷めない有機溶媒の中でも互いにくっつかずに散らばったままでいられます。地味に見えて画期的な一手。こうして発電層に十分に密着した緻密な塗膜が得られるようになりました。ただし粒に何を着せているのか、その材料の正体は公表されていません。学会で示された膜の厚みはおよそ50ナノメートル。髪の毛の太さとは比べ物にならない薄さの層が電子の通り道になります。この答えにたどり着くまでの道のりは決して短いものではありませんでした。三菱マテリアルは2020年京都大学発のスタートアップエネコートテクノロジーズに出資。2022年1月にはネドのグリーンイノベーション基金事業に参画し、2025年度まで両社は純型向けと逆型向けのインクを並行して開発してきました。冒頭の数字もこの共同開発から生まれた成果です。もっとも酸化スズが万能というわけではありません。独立した学術レビューでは理論の上では酸化スズが有利とされながら、最先端のデバイスでは酸化チタンを使った電子輸送層の方がなおわずかに優れると評価されています。酸化スズの膜と発電層の境目に電荷が溜まりやすいという課題を指摘する査読論文もあります。それでも真空炉を一つ外せるかどうかは装置の値段だけの話では終わりません。材料を売る会社と電池を売る会社、次世代の太陽電池をめぐるお金の流れそのものがこの一滴で組み替わろうとしています。真空炉は消えるのはあくまで遠視輸送層を作る工程だけ。工程のすべてから真空装置がなくなるわけではありません。それでも置き換えの重さは電池を組み立てる現場で最初に感じられます。逆型の電池を作る現場ではこれまで真空にした装置へ基板を入れクラーレンを降り積もらせる時間が必要でした。そこがインクを塗って乾かす工程に置き換わります。三菱マテリアルの発表資料によると、塗って作れるので同面積化と製造コストの低減に向いていること、ナノ粒子の散らし方を制御することでムラのない安定した膜ができ、再現性の高い製造プロセスに展開できることをメリットに挙げています。これは電池を作る会社にとって工程表の1行が書き換わるという意味になります。たった1行ですが、そこには真空装置という重い設備が丸ごとぶら下がっていることを考えると、そのインパクトは大きいでしょう。もっとも今はまだサンプル教師の段階です。誰に何本渡したのか、量産をいつ始めるのか、どこで生産するのかはいずれも公表されていません。顧客の反応を聞きながら用途と仕様を詰め、さらなる性能向上と量産プロセスの確立に取り組むという段取りまでです。このインクを最初から一緒に育ててきたのは京都大学発のエネコートテクノロジーズ。同社は2025年京都府宇治市に車載用途を睨んだ量産工場を新設する計画を明らかにしました。材料を一緒に育てた会社が今は電池そのものを作る側で量産に向かっています。電池1枚はガラス、透明電極、発電層、電子輸送層、
そして風刺材と役割の違う層の集まりです。例えば、日本板ガラスの生産ラインでは、太陽電池の土台となるガラスに、作りながら透明な電極の膜を焼き付ける技術が動いています。その膜の正体もクッ素を加えた酸化錫です。さらに、有機 EL ディスプレイのガラス基板向け風刺材で、世界シェアの過半を占めるモレスコも、エロブスカイト太陽電池向けにも風刺材の供給を目指すと表明しています。風刺材とは、水分や酸素からペロブスカイトの層を守る弁当箱の蓋にあたる部材。今挙げたガラスと風刺材の会社が三菱マテリアルの取引先だと確認されているわけではありませんが、野の層にもそれを得意とする日本企業がいます。1枚のパネルは一社の製品ではなく、層ごとの担い手が積み重なったもの。太陽電池の競争はパネルを組む会社だけの話ではないわけです。一方、その層を組み上げて電池そのものを売る側では、時計の針がもっと早く回っています。積水化学工業はフィルム型のセルとモジュールを自前で量産する会社を立ち上げました。セルは発電する最小の単位、モジュールはそれを並べたパネルのことです。2030年までに年間100万キロワット、およそ1ギガワット級の生産能力へ広げる計画。カネカもシリコンの上にペロブスカイトを重ねるタンデム型で、ネドの量産技術実証に採択され、2028年度に住宅やビル向けの販売を始める予定です。同じ日本の企業でも、積水化学工業は風刺材という部材を持ちながら、電池そのものも自前で量産しようとする一方で、三菱マテリアルはセルもモジュールも作りません。作る側ではなく、作るための材料を出す側。この立ち位置の違いは、工場につぎ込むお金の中身まで変えていきます。真空で作る工程は、装置そのものの値段が重くのしかかり、塗って作る工程では、その重さが材料の側へ移ります。ペロブスカイトのモジュールを作る費用のうち、材料費の半分前後を占めるという推計もあれば、7割に達するという推計もありますが、どちらの見方でも結論は同じ。材料を置き換えればコストに効くという構造です。だからこそ、セルもモジュールも作らない素材メーカーが材料と塗り方の知見を売ることで次世代の太陽電池の量産に参加できるのです。銅の精錬やセメントを粗業とする三菱マテリアルにとって量産販売はこれからのこと。それでも今回の教師を中期経営戦略が掲げる再生可能エネルギー分野への貢献に位置づけました。同社グループの売るものが材料だけではないことも、この構図を後押しします。塗る工程に使う精密な工具が生まれて40年以上。三菱マテリアルグループは液晶ディスプレイや電池、光学フィルムの製造に使われてきたこの工具を手掛けています。材料と塗り方の支援を束ねて出せることが他のメーカーとの差別化になるでしょう。国もこの置き換えを織り込んだ数字を置いています。ネドのグリーンイノベーション基金事業次世代型太陽電池の開発は予算上で1051億円で、単接合型の発電コストを 1kW 時あたり14円以下に下げることを目標に掲げました。経済産業省が2024年に示した戦略は、2040年までに国内で20ギガワットを導入することを目指しています。1kW 時あたり14円という発電コストの線は、裏を返せば電池1枚に許される材料費の上限を決めるということでもあります。高い材料を使い続けたまま、その線を簡単にまたぐことはできません。どの層をどれだけ安い材料に置き換えられるかという点が必ず争点になるでしょう。部材をめぐる綱引きが起きているのは電子輸送層だけではありません。透明な電極には先ほどのフッ素を加えた酸化錫の他に ITO インジウムと錫の酸化物も広く使われます。そのインジウムは生産のおよそ7割を中国が握り、供給の偏りが懸念されてきました。日本にあるのはガラス、風刺材、装置、そして材料と電池を組み上げる部品の層の厚さ。
シンクールを一つ外せるかどうかを握る一滴がどの国の量産ラインで最初に乗るのか。次世代の太陽電池の勝負はセルの効率だけでなく、そうした材料の行き先で決まっていきます。真空で作るのが当たり前だった層を塗って作るという一歩が一本のインクから始まろうとしています。今日のポイント3つに整理します。1つ目は、勝負どころが粒の中身ではなく粒の表面だったこと。酸化鈴という材料そのものは市販のインクにも使われていました。ナノ粒子一粒ずつに衣を着せ、発電層を傷めない溶媒の中でダマにさせない。その設計の差が従来の市販品インクと比べて約 1.5 倍という数字になって現れました。2つ目は、真空をやめられるのが電子輸送層を作る工程だということ。電池丸ごとが真空から解放されるわけではありません。それでも工程表の1行が書き換わり、そこにぶら下がっていた真空装置が1つ外れます。塗って作れる層が増えるだけで大面積化と製造コストの見通しは変わります。3つ目は、勝負の場が電池を組む会社だけの話ではなくなること。コストの重さが装置から材料へ移る分、どの層にどんな材料を持っているかが効いてきます。ガラス、空資材、装置、そして材料。セルもモジュールも作らない三菱マテリアルのような会社が量産の現場に入り込めるのは、日本にその層の厚さがあるからです。材料が変われば工場の形も、そこで稼ぐ会社の顔ぶれも変わる。皆さんはこの一滴のインクが日本のペロブスカイト太陽電池の生産力を押し上げると思いますか？材料で勝てるのが日本の強み。量産の速さでは海外に押し切られるなど、ぜひコメント欄で聞かせてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。